こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、地上2枚目の地図を隅々まで探索し、時間が潰れました。まあその通りだけど。で、せっかく地上に出向いて何か欲しかったのでドロップ増加3の本を購入し、後伐採で赤いリンゴを補充したところまでです。ドロップ増加3を手にしたのなら、もうウィザースケルトンの頭3つ集める流れよね。そういうつもりはなかったのですが。さてアイテム整理が終わったので次のエンチャントを検討してます。もうだいぶ揃ってきてはいるのよね。防具でまだ欲しいのが水中計3点セットですが、その前にネザー探索用にチェストプレートのダメージ軽減法が早めに欲しいです。クリーパーがいないところなら、ダメージ軽減法を 4V 揃えた方が安定しそうなんですよね。ひとまずここでは効率強化法を入手しました。まあ無難ね。そしてここからは剣がドロップ増加3付きになります。さて、どうしようこれ。スライムブロックをいっぱい作ればいいじゃない。置いておくと私のゴーストが飛び降りろと囁き始めるので却下です。まあ、矢の材料集めにはちょっと便利かもしれません。さてひとまず風車型の再開です。次が37周目です。さてこの周回では3箇所の廃坑を掘り当てました。新たに掘り当てたのはこの2箇所で、どちらも階段の一番下ね。3箇所目は前の周回から繋がってた廃坑通路です。いつもの高さ上の廃坑地図を更新したらこんな感じになりました。まだポツポツ出てくるのね。さすがにそろそろ打ち止めだと思うのですが。さて次に掘り当てた洞窟は、もう何度も掘り当てている洞窟です。そろそろ金取っちゃっていいですよね。遠慮することはないけれど、でも今までモブを怖がって洞窟内に立ち入るの避けてたじゃないの。ピラミッド企画の方での戦いで、すっかりモブ慣れしてしまったようです。おっと、ドロップ増加3の初のお相手はスケルトンでした。なんとなくですが、ドロップが増えるとモブと戦うのが少し待ち遠しくなります。でもスケルトンやゾンビじゃあまり役立つものをドロップしてくれないのよね。それにしても、最近になって急にモブと出くわす率が高まってます。少し前までは本当に全然出くわさなかったのに。広めな洞窟のあるエリアに入っているのかしら。さて37周は終了です。まずまず収集できていて特に金の伸びが著しいです。次行ってみます。さて、予測してた通りにまたも廃坑を掘り出しましたが、この廃坑通路はいつもの高さより一段下です。溶岩海の下にあり、階段状になっていない廃坑通路でまともなものを、ここに来てようやく掘り出せた感じです。そういえばそうだったわね。さて廃坑地図を更新するとこんな感じです。で、ふと思ったのですが、いつもの高さで64メートル間隔で枝掘りしていたら、ラインはこのようになり、これだと廃坑掘り当てられるのこの1点だけなんですよね。かなりシビアね。次に高さ縛りをやるときには、掘る距離を稼ぐよりもまず、廃坑通路が増える高さを稼ぐ方が重要だとしみじみです。さて38周目終了。掘り出せた鉱石は近年稀に見るしょぼしょぼでした。確かにしょぼいわね。さて拠点に戻り毎度おなじみのエンチャントコーナーです。こっちもしょぼいなと思ってたら、なんと無限が来てしまいました。やめておいた方が無難ね。テリーの過去の企画で無限を手にした時、死んでロストする率これまで 100% よ。迷った挙句、せっかく出たんだからと結局エンチャントしてしまいました。でもどうしよう。矢の量産にドロップ増加3が役立たなくなってしまいました。もう、パールと頭を集めるしかないわね。それにエンドラとウィザー討伐やっておかないと無限の意味もったいないわよ。
さてともかくポーションは欲しいので、そろそろダメージ軽減4のチェストプレートの獲得を目指します。まあそのうち出るでしょう。上位の金リンゴは8つになりました。ちなみにこれ、ダイヤ1万個集めるまでにおそらく20個は余るんですよ。食べると普通の耐性と火炎耐性が5分つくのよね。何かに使わないともったいないわね。さて次が39周目です。キリの良い40周まで一気に進めます。で、発見済の廃校通路にまたたどり着きました。どうも、この廃校地図をはみ出して伸びているのが確定です。もうあと4周分くらい持ちそうね。さて、久々に溶岩だまりを掘り抜きました。埋める処理が面倒なので割と私に対する嫌がらせです。それにしても、もっとずっと広ければ埋めるの諦めてしまえるのに、程よく埋める気になれる広さなんですよね。絶妙なゲームバランスね。だいたい2分半ほどで埋め立て完了です。さて39周目が終了。ちなみにこの辺りからは、期待値では1周につきダイヤ50個が目安になってきます。つまり期待値ちょっと上ということね。さてまた例の廃校通路にたどり着きました。この周回で見つけた廃校はここだけでした。次の周回からこの地図はみ出すわね。さて次に掘り当てた洞窟で、軽くヒヤッとしました。丸石置き違いで安全確保に若干手間取り、終わって振り返ったらクリーパーのお出ましです。こんなチャンスに遅刻してしまうなんて。まあでも今の装備なら1体の至近距離爆破でも計算上余裕ですし。つまり、物足りないのね。さて40周終了。ダイヤ絶不調、金が絶好調という周回でした。で、40周でキリがいいので、ダイヤと金鉱石の、事前に計算してた期待値と、実際に埋蔵してた数値を比べてみました。結果としてはダイヤ鉱石の埋蔵数は誤差 2% でほぼ一致です。予定通りに130周ほどでダイヤ1万個に到達しそうです。それはいいのだけど、金鉱石は 25% もずれてるのね。前作の割合よりもはるかに金鉱脈がいっぱい見つかっているんです。まあまた適当な区切り目の時に調べてみます。さてまた拠点に戻って運試ししてますが、やっと弓で射撃ダメージ増加砲を引きました。モブを早く撃破できればそれだけ安全です。でもなぜか身の危険を感じるのですが、無限が2回出たということは、テリーは2度死ぬのね。それより、なんかエンドラ討伐とウィザー討伐の流れが来ちゃってる気がしてならないです。ついで、本のエンチャントで水中歩行3を引いてしまいました。つまりエルダーガーディアンも討伐しろということね。いやさすがに海底神殿はやる気が出ません。これはブランチマイニングと地上探索快適エンチャントです。つまり、冒険の時間を解除しないともったいないのね。さて3度目のエンチャントで、チェストプレートのダメージ軽減4をやっと引きました。ネザー行きの頃合いです。どうせポーション目的でネザーに行くのなら、ついでに頭集めたら？正直、ここまで色々揃うと迷ってしまいます。実は私、一つ懸念していることがありまして、次のバージョンではエンダードラゴンがさらに強くなるらしいんですよね。そうらしいわね。で、この企画もピラミッド企画も、終わる前に次のバージョンがリリースされそうな気がするので、次の企画やるのなら多分バージョン 1.9 でしょう。まあ多分。そうなるとひょっとして、私の腕でハードコアでの全実績解除を狙うのは、もうこの企画内でやらないとチャンスが乏しいみたいな懸念です。もし死んでもたかだか800個のダイヤ失うだけだしね。何はともあれダイヤブーツはこれで完成です。欲を言えば耐久力もつけたいですが後々で構いません。あと、上位の金リンゴは9個目になりました。合わせて45分使えるわね。経験値が大幅減ったこのタイミングで採掘用ツルハシも修理しておきます。
こちらは3回目の修繕です。今のところコストが2、3、5と上がっていて、次の4回目の修繕ではコスト9かなと思ってます。9も消費するなら使いづらいわね。そろそろ賞味期限が切れそうです。でもダイヤ製だから食べちゃダメよ。さてこれで一段落です。ちょっと気分を変えて、よそ行きのコーディネートにしてみましょうか。全部をダメージ軽減法に揃えるということね。さてごちゃごちゃ考えてしまいますが、ポーション作れるまで進めるのはいいとしても、エンドラ討伐はさすがにリスク高いです。奈落落下で容易に一撃死ですよ。幸いにしてエンダーパールの手持ちはゼロですし、集め始めなければいいんです。持ってきたようだけど。で、黒曜石を掘っている間ずっと、エンダーマンにかくれんぼの挑発を受け続けてしまったんです。掘り出せるのかと勝負を挑まれてしまった以上、炭鉱夫として逃げるわけにはいきません。要するにエンダーパール集めたくなってしまったのね。エンダーマンはスライムのように明るい場所にはスポーンしないので、上の方の洞窟内にいるはずです。声がするのが一瞬なのでなかなか掘り当てるの手強いです。とりあえず廃坑を掘り当てました。現在地は拠点から北西の方向で、この辺りの廃坑は未発見だったのですが、やっぱり伸びてたんですね。しかし、エンダーマンはここにはいなさそうです。手強いです。中央無尽に廃坑が入り組んでいそうね。よく考えると負けるが勝ちなんです。うっかり見つけてパールを集め始めてたらどうなっていたことか。いやーよかったわー。さっきまでこんなところ空いてなかったのに。どうやらエンダーマンが自分で掘り開けたようだけど、この隙間は何なの？多分昔石炭鉱脈を掘って、両面だけ埋めた時にできた隙間です。まさかこんなところにいるとは、盲点でした。さて、リスポーン拠点に戻ってきたところで今回はここまでです。次回ですが、というより次回からは、エンドラ討伐、ウィザー討伐を目指して動き始めます。それ以外の実績はさほどリスク高くないので、ダイヤ集めの合間にじわじわ行う感じで考えています。結局決意しちゃったのね。それではまたね。バイバイ。